ニュートゥーラベリーマンスリーランキングトップ30。こんにちは、お手紙ヤギです。この動画はラベリーに新たにリリースされたパターンの中から個人的に気になったものを月間ランキング形式でご紹介していくという動画になります。今回は2024年8月にリリースされたパターンの中からお手紙ヤギが個人的に気になった厳選30パターンをご紹介していきます。この動画を見逃さずにご覧になりたいと思われましたら、ぜひチャンネル登録の上、通知のベルマークをオンにしておいてください。それでは早速行ってみる前にお知らせが一つあります。5月のマンスリーランキングの動画でお知らせした公式 LINE に関するお知らせです。公式 LINE を開設して4ヶ月ぐらい経ったと思うんですが、思いのほかご好評をいただいていて、すごくたくさんの方にお友達登録をしていただいています。現在300名を超える方に登録していただいてるんですが、実は公式 LINE って登録者数が200名を超えると課金しないと1通もメッセージが送れないっていう仕組みになっていまして、開設して数日で200名を突破してしまったので、現在まで課金してメッセージを送っておりました。ですが、さすがにちょっとコストの面で厳しいなっていう結論に至り、こちらの公式 LINE からのセール情報のお知らせは9月いっぱいで一旦ストップさせていただくことにしました。楽しみにしてくださっていた方々には大変申し訳ありません。セールの情報とてもありがたいっていうお声をいただいてたので、別の媒体で継続できないかなと今考えているところで、また新たにどこかで始めるよってなりましたら、改めてお知らせしたいと思います。公式 LINE については将来また何かで使う機会があるかもしれないと考えて、アカウント自体は消さずに残しておこうと思っています。ですが今のところ何か情報を発信するという予定はないので、もうこの機会に登録解除していただいても構いませんし、またそのまま登録しておいていただいても私としては励みになるので嬉しいです。ということで短い間でしたが、公式 LINE をご活用してくださった皆様には改めてありがとうございました。引き続きこちらのランキングの動画の方は続けていきますので、お楽しみいただけたら嬉しいです。お知らせは以上です。それでは改めて行ってみましょう。30位から21位。第30位、ジョエル by メル・ケネリー。バイカラーの素朴で可愛らしい印象のプルオーバーのパターンです。こちらフリーパターンです。見頃は2色のモザイク編みで、襟ぐりや袖はそのうちの1色で編まれています。裾のくるんとした感じやメリハリの効いた袖の形など、ディテールにもこだわりを感じさせる贅沢なフリーパターンだと思います。第29位、リブスリットプルオーバー by ブルーリスヨーム。すごく個性的でおしゃれなデザインのプルオーバーのパターンです。こちらは YouTube の解説動画で編めるパターンになっています。ラグラン線のところが途中までスリットになっていて、紐でネックラインを保持しているような形で、キャミソールとプルオーバーのハイブリッドのようにも見える、とっても目を引くデザインだと思います。第28位、ロブスタートイ by モーモーニット。ロブスターの編みぐるみのパターンなんですが、リアリティとデフォルメが絶妙なバランスでとってもキュートです。色のチョイスも絶妙だと思います。こちらは棒針編みの編みぐるみです。海の生き物が大好きなお子さんに編んであげたくなりますね。第27位、シルビア by ブリトニー・バターフィールド。透かし編みが美しいショールのパターンです。こちらはかぎ針編みのパターンになります。アールデコにインスパイアされたデザインとのことで、直線的なラインで構成されてるんですが、不思議とトンボなどの昆虫の羽を思わせるような有機的な雰囲気もあるのが面白いです。大部分が透かし編みなので、かなり大判ながら割とサクサク編み進んでいけそうなのも魅力的ですね。第26位、ピンクロータスカーディガン by ザネッテニッツ。ハスの花の模様が大胆に描かれたエキゾチックな雰囲気のあるカーディガンのパターンです。すでにいろいろな色の組み合わせで作られたプロジェクトがあって、配色によってすごく印象が違っているので、それを見ているだけでも楽しくて華やかな気持ちになれるパターンです。
第25位、2024ドゥードゥルカップコジー by ジェイミー・ロマックス。6種類の模様がセットになったカラフルで可愛いカップスリーブのパターンです。編み込み模様のモチーフは夏をテーマにしていて、ピクニックバスケット、サングラス、アイスキャンディー、コーンのアイスクリーム、スイカ、アリという組み合わせになっています。アマリートでたくさん作って配ったり、ホームパーティーの時に重宝しそうなアイテムという感じがしました。第24位、フリアトップ by アネタ・ブレイヤー。デコルテの空きがアイキャッチーなデザインのトップスのパターンです。こちら正面からでなく、後ろ姿もこのようにポイントのデザインが入っています。またネックラインと裾はヘリンボーンステッチになっていて、サイドにも装飾的なラインが入っていたりと、360度抜かりなくおしゃれな感じのデザインになっています。サンプル写真からわかる通り、スリーブレスと半袖のオプション、そして穴あきのありなしという2つのオプションが選べるようになっています。第23位、オーシャレーライト by ステファニー・ボイエ。カジュアルな雰囲気で可愛くてワードローブにも合わせやすそうな靴下のパターンです。2色で作られた模様なので、いろんな色で試してみたくなるデザインですね。漠然とアウトドアな雰囲気を感じたんですが、パターン名が翻訳してみると明るいコテージでっていうような意味らしくて、なんとなく抱いたイメージからかけ離れてないみたいです。子供用から大人用のレディースメンズサイズまで網羅されたサイズ展開の豊富さも嬉しいパターンです。第22位、レイトサマードリームティー by シブ・クリスティン・オルセン。秋口に着るのに重宝しそうな半袖のプルオーバーのパターンです。ヨークのところで編み地が切り替わっているのが印象的で、その編み地のゲージの差でほんの少し A ラインのシルエットになっているのがフェミニンで素敵だなと思います。冬糸で作られているんですが、ふんわりと風をはらんで程よく涼しい着心地のようにも見えるので、ちょっと肌寒くなってきた頃にこういうのが1枚あると便利そうなアイテムかなと思います。第21位、リノカーディ by ローン・ケルセン。こちらもこれからの季節にちょうど良さそうな半袖のカーディガンのパターンです。ショルダー部分に繊細なシェーピングが施されていて、すごく綺麗なシルエットになっているだけでなく、このフォルムを作るための原面のラインがさりげない装飾にもなっているというおしゃれなデザインです。夏に着ていたワードローブの上に1枚羽織ればすぐに秋のコーディネートが完成っていう感じで、ちょうど今ぐらいの時期に編みたくなるパターンですね。20位から11位。第20位、ドレスサマーイブ by エバーシャインバレー。超大作のドレスのパターンで、説明欄によるとウェディングドレスあるいはブライズメイドのためのドレスのようです。ベースウェイト2本取りでふんわり透け感があって、袖もボリュームのあるパフスリーブという華やかなシーンにぴったりなドリーミーな雰囲気のドレスです。結婚式などのフォーマルな場面で使うためにデザインされたものだと思いますが、私はこれ日常生活で着れたらテンション上がるなと思うので、部屋着として編んでみたいなと思いました。第19位、プリーツトート by オルガ・ブラヤ・ケフェリアン。かぎ針編みのトートバッグのパターンです。放射状にラインが入っているのは、この線に沿って畳むと1枚の四角いプレートのようにコンパクトに折りたたむことができるというデザインになっています。旅行の際のサブバッグとして便利なアイテムということなんですが、折り紙のようで面白いですよね。この山折りと谷折りの癖はどのように作られているんだろうと気になるパターンでした。第18位、ベーシカリーパーフェクトセーター by ベロニカ・リンドバーグ。縄体を表すといった感じのシンプルで絶妙に可愛いバランスのセーターのパターンです。このデザイナーさんはこういうテイストのごくシンプルなウェアのパターンをいくつか出されてるんですが、今回のものはドロップショルダーのゆったりしたシルエットで、襟ぐりが若干ルーズな感じ、
で、袖はまっすぐといった本当に基本となる一着という印象です。第17位、フンガストップライト by Refined Knit Wear。ふんわり優しい雰囲気のキャミソールのパターンです。このデザイナーさんはフンガスと名前を付けたモスステッチの編み地で統一したいろいろなアイテムを展開されているんですが、こちらはその中のキャミソールのパターンで、前から見ると結構シンプルなんですが、後ろ姿がスリットとリボンのポイントがあってとっても可愛いです。シリーズでカーディガンとかも作って組み合わせできるのも楽しいと思います。第16位、マリーゴールドセーター by ビーラバリ巻き。ラフでリラックスした雰囲気が素敵なプルオーバーのパターンです。シンプルに見えてよく見ると結構こだわりが感じられる、見れば見るほど編みたくなってくるパターンです。ゆったりとしたボックスシルエットに対して少しタイトなフィット感の袖であったり、身ごろと袖とで編み地が違っていたりというシルエットや編み地での対比が効いていて、またゆるっとした絶妙なネックラインでリラックス感が演出されていたりと、魅力的な要素がさりげなく詰まったパターンです。第15位、ベイリー by テイラー・ハリス。ハニカムやモスステッチに似たふっくらとしたテクスチャーの編み地が温かな印象のカーディガンのパターンです。説明欄によると、ベイリーステッチと名付けられたオリジナルの模様で、デザイナーさんの姪っ子さんの名前から来ているみたいです。美しく賢く冒険的で親切で思慮深いという彼女のためにデザインされたパターンとのことで、おばから姪への愛情たっぷりな感じでほっこりします。オーソドックスなシルエットで使い勝手も良さそうです。第14位、All About the Ruffle Shawl by キャロリーン・ホルブルック。プリーツのように綺麗に揃った短めのラッフルが素敵なショールのパターンです。編み地のほとんどはガーター編みなので、瞑想的な時間を過ごすのにぴったりなショールっていった感じです。すごく潔いデザインなんですが、それだけにこの縁のラッフルの美しさがとても際立つデザインだなと思いました。第13位、オディティーズ by ハンター・ハンマーセン。アマリートの活用にこんなアイテムはいかがでしょうか。編み物で作ったウニというお家のインテリア的なアイテムですかね。珍しいモチーフだし、すごく可愛らしかったので、これは何だろうと気になりました。ウェアを編んだアマリートで一つずつ作っていくのもいいかなと思います。こんなの編んだなと後からメモリアルのように楽しめるグッズになりそうですよね。第12位、ガラカーディガン by スタインヘルガード・ヨハンセン。袖に透かし編みの模様が入ったエレガントな雰囲気のカーディガンのパターンです。こちらフリーパターンです。海外の糸メーカーのヤルボさんというところが出しているフリーパターンみたいなんですが、今シーズンの新作としてこのレトロシックな雰囲気で統一されたいろいろなアイテムのパターンがリリースされています。第11位、ワイルドカード by サンニ・パウリナ。組木細工を思わせる目を引くデザインのショールのパターンです。3色の色の組み合わせによって全く違った雰囲気になりそうなので、色の組み合わせを考えるところから楽しそうなパターンですね。このブロックを一つ一つ全部違う色にするなら、アマリートの活用にもすごく向いているパターンなんじゃないかなと思いました。18位のベーシカリーパーフェクトセーターをデザインしたベロニカ・リンドバーグさんについての余談なんですが、レインパブリッシングから今後おそらく今年中にパターンブックが出版される予定になっているみたいです。私この方大好きなデザイナーさんなので、どんな本が出るのか今からとても楽しみです。13位のオディティーズですが、こちらのレシピなんと26ページにも及ぶパターンなんだそうです。というのも、こちらオプションがいろいろついていて、ベースの4種類のデザインに大小2サイズのサイズオプション、そして減らし目のバリエーションが2種類と、ビーズの配置のバリエーションが2種類あるとのことで、それぞれの組み合わせでかなりいろんな種類が作れるようになっているみたいです。10位から4位。
第10位、ストロンボリ by ケイトリン・ハンター。こちらの半袖のプルオーバーのパターンは、ニタリーシリーズというおそらくニットとイタリーを組み合わせたデザイナーさんの造語だと思うんですけど、イタリアの各地方にちなんでデザインされたパターンのシリーズの中の一つということです。ストロンボリはシチリア島の近くの島の名前で、火山で有名な場所なんだそうです。この背景は多分現地なのかなと思いますが、ゴツゴツした溶岩の感じとかを表現した模様なんでしょうか。第9位、プジャー・スペンサー by アンソフィー・ベリング。たっぷりとしたボリューム感がたまらないエプロンドレスのようなワンピースのパターンです。2本の帯を左右からたすき掛けしたような構造をウエストのところでアイコードの紐で結んで着用するっていう感じになっているみたいです。バルキーウェイトとモヘアの引き揃えで、しかもダブルになった編み地なので、まるで毛布を着ているような、冬が待ち遠しくなるような暖かそうなデザインだと思います。すごく存在感があるので、お部屋に飾っておくだけでも満足感がありそうですね。第8位、デンプリケデ・ストリクトロイエ by ベンテゲイル。一見するととってもシンプルでプレーンな印象のプルオーバーなんですが、表目と裏目で作るエンボスのような模様が全体に入ったパターンです。大ぶりな水玉模様で、カラーワークだと結構勇気のいりそうな柄だと思うんですが、単色でステッチで作る模様だと、ほんのり浮き上がるテクスチャーがモヘアの優しい質感も相まってとっても可愛らしい雰囲気になっていると思います。第7位、ドラタ by クラウディア・クインタニラ。黄金の蝶が舞うロマンチックな雰囲気がいっぱいのプルオーバーのパターンです。モヘア2本取りのふんわり軽い編み地とビーズがあしらわれた刺繍がとても繊細で美しい一着です。デザイナーさんのおじさまが昆虫の研究者だったんでしょうか。アメリカに生息する蝶を調べるために数ヶ月おじさんと共に蝶の観察に費やしたことがあるそうで、その期間の思い出を封じ込めたデザインとのことです。第6位、フェスティブナイトショール by ナディア・ストーリングス。モザイク編みの模様が美しい三角ショールです。直訳するとお祝いの夜という名前のパターン名なので、ランプの明かりや人々がざわめく感じを表現した模様なんでしょうか。控えめな印象でありながら、賑やかな夜の高揚感を思わせるロマンチックな雰囲気をまとったデザインだなと思いました。こんなショールを羽織って野外フェスなんかの楽しい夜を過ごしてみたいなと想像しました。第5位、クロディーヌ by クロディーヌ・ゲラン。付け襟のフリーパターンです。プルオーバーによく使われるフィンガリングとレースウェイトとの引き揃え、または DK ウェイト1本取りで編むパターンとなっていて、おそらくセーターを編んだアマリートで編むことを想定したアイテムかなと思うんですが、セーターを編んだ同じ糸でこのようなアイテムをお揃いで一つ作っておくと、一着の着回しがすごく広がりそうな便利そうなアイテムだなと思いました。可愛すぎないデザインも幅広い年齢層に似合いそうでいいですよね。第4位、ワンヨーク by ベイキー・ベッカー。3種類のヨークの模様がセットになったプルオーバーのパターンです。カラーワークとガーンジー風の地模様、そしてダイヤ柄のレース模様という3種類の組み合わせになっています。オプションが充実しているパターンは探すと色々ありますが、このように全く異なるテイストのセットのパターンっていうのは珍しいんじゃないでしょうか。編み物の代表的な模様の技法をまとめて一つのパターンで編めるっていうのがすごくお得感があるなと思いました。形もオーソドックスで使いやすそうです。10位のストロンボリーですが、このパターンが含まれるニタリーシリーズは今のところ他に5つのパターンがあって、テーニャ、マレッティモ、ナベッリ、ミスリナ、マナローラ
という5つなんですが、それぞれ全く違った印象のパターンのラインナップになっていて、イタリアを周遊しているような気分になれる楽しいシリーズですね。7位のドラタですが、このパターンはレインパブリッシングから9月に発売されるパターンブック、メモリーレーンエンベリッシュニッツトゥチェリッシュに掲載されるパターンです。デザイナーさんが幼少期を過ごしたエルサルバドルでの思い出に着想を得た刺繍やビーズなど繊細で美しい装飾が施された19のパターンが掲載されているとのことです。第3位。スノーフラワーカル by マーティンストーリー。とってもゴージャスなフェアアイルのマフラーのパターンです。ローワンが運営する編み物の情報発信サイトローワンコネクトで開催されるカルのためのパターンだそうです。8月31日から11月下旬にかけて段階的にリリースされていくみたいです。フェルテッドツイードを8色使うかなり贅沢な一品となりますが、約3ヶ月かけて少しずつ進んでいく一冬の思い出になりそうな特別なパターンという感じがします。第2位。イーサ by のび太デザインスタジオ。バラクラバとマフラーが一体になったような個性的なデザインのパターンで、こちらはフィンランドのファッションブランドロルフ・エクロスとのコラボレーションの企画なんだそうです。他にも同じテイストのベストやジャンプスーツ、ミトンなど一連のコレクションになっています。ウィンタースポーツにインスパイアされたデザインということで、このバラクラバはスキージャンプやクロスカントリー、アイスホッケーなどのヘルメットをモチーフにしているそうです。カラーパレットはフィンランドの80年代から90年代の雰囲気を意識しているそうです。実際に2024年のオータムウィンターコレクションのランウェイで披露されていて、同じものを手編みで作ることができるっていうのはすごくエキサイティングだなと思いました。第1位。ウィングス by クラウディア・クインタニラ。こちら7位でご紹介したドラタと同じくクラウディア・クインタニラさんのデザインで、レインパブリッシングから発売されるパターンブックメモリーレーンエンベリッシュニッツトゥチェリッシュに掲載されるパターンとなっています。ふんわりとしたシルエットの襟付きプルオーバーで、ビーズを編み込んだ繊細なレース模様が美しい一着です。本のカバーにもなっているデザインです。リビル・クインタナという歌手の楽曲で、シンミエドという歌の歌詞にインスパイアされたというデザインだそうです。この楽曲はフェミサイドの犠牲となった女性たちのことを歌った悲しげな歌で、パターンではこの女性たちを星に見立ててビーズを散りばめた美しい編み地に表現されています。ということで、今回は8月にリリースされたパターンの中から30個、お手紙ヤギが個人的に気になった厳選パターンをランキング形式でご紹介しました。今回も動画では30個のパターンをご紹介しましたが、実際には気になったパターンがもっとたくさんあったので、動画では紹介しきれなかったものはラベリンのバンドルにまとめています。気になった方は概要欄のリンクからぜひアクセスしてみてください。ということで、最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。